こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ジエンドに行って無事に帰ってこれました。終わってみたら楽勝だったわね。正直なところ運に助けられたと思ってます。浮遊大陸の端に張り付いている時、下から突き上げられるようにエンドラに吹き飛ばされていたらアウトでした。まあともかく一つ目の峠は越えました。次の峠はウィザー戦で、その前のウィザースケルトンの頭集めという中ボスにこれから挑みます。で、さらにその中ボス攻略の前に、廃坑に潜ってきます。即時回復ポーションの材料のスイカ目当てよね。でも、スイカなら廃坑に潜らなくてもジャングルにあるじゃないの。最近なんでかジャングル探すの怖いんですよ。メサやキノコばかり見つかりそうで。早速お出ましです。この螺旋階段を通ると 100% 雲の声がするんですよね。で、もう少しだけ登ったあたりに丸石がありました。ここは一度エンダーマンにブロック引っこ抜かれたところです。毒雲に警戒しつつここから潜り込んでみます。今回の探索は目印を立てずにどんどん進みます。そして迷子になるのね。スイカ入りチェストが見つかれば探索終了ですし、地図があるので帰ってくるのは容易なはずです。とりあえず地下峡谷、というかあれは一体何でしょうか。あの世の入り口じゃないの？多分ブロックが透けて見えるバグですから、そのうち消えるはずです。一瞬よそ見してから見れば消えないですね。テリーを招くまで消えそうにないわね。なんか放置では微妙に落ち着かないのですが、どうしよう。ひょっとして近づいたら消えるいつものパターンじゃないかと。ここまで消えないのは珍しいわね。消えると逆に寂しいですね。さて、ひとまず宝箱を見つけましたが、毒具も近いです。水が嫌な感じで流れてて、慎重に攻略したいですね。ボスの反則。お約束守っただけなのになんという大人げなさ。いやまあ、ゾンビは敵対モブですし、誰も見てなかったので大丈夫ですって冷静に、ここは目撃者を消しておく方向で。さて、騒がしいさ中での恐る恐るですが、まだ運が残っているかどうか。かぼちゃしかないですね。無事に運を絞り尽くしていたようね。さて、同じ階層の近場は行き尽くした感があるので上に登ってみます。めちゃくちゃ毒雲が近そうね。大したダメージは受けないでしょうけど、慎重に攻略したいですね。つまり押してということね。ボスの反則。もう何が何だかわからない作戦で殲滅です。それにしても防具エンチャント強いです。毒雲の毒なんてまるでなかったかのように。武器も一撃だし相当ね。で、多分このスポナーが螺旋階段でいつも聞こえてた毒雲の発生源です。これで今後は嫌な思いをしないで済みそうです。でも寂しくなるわね。なりません。下に見えているチェストはさっき見つけたもので空っぽです。雲の声と同時に現れるのはご勘弁願いたいところです。それにしても、こうも木材が多いと探索しづらいです。なんで斧持ってこなかったのよ。もっと早期に探索終わると思ってたんですが、どうやら不穏な気配がしてきたようです。チェストはあえて取る必要ないのですが、紛らわしいのでやっぱり撤去してしまいます。で、なんでか先ほどから背後から狙われること多いです。そんなんじゃいつまでも暗殺者になれないわよ。それにしても、こんなにモブ湧くのかなと思うくらいいっぱい湧いてます。ブランチマイニングの時とは大違いです。ちなみに多分ここがこの廃坑の最南端。広場中央のリスポーン拠点よりも、ちょっと南まで伸びていたようです。大体予想は当たっていたようね。さて、宝箱目指して北にどんどん進んでみます。1分ほどで謎の大広間を見つけました。花でも生えてないかちょっと期待したのですが残念ながら不発です。
でも少し先でこの企画初の地下の草を見つけました。高さ縛りなら喜んだところですがこの企画ではスルーです。さて、廃坑を潜り始めて20分ほど経ちました。まだ見つからないんだ。結構テキパキ探索しているつもりなのですが、ちょっと長期戦を覚悟した方が良さそうです。一旦拠点に戻って松明補充してきます。後斧もあった方がいいわね。拠点へのキロもみ探索エリアを通ってきたのですが成果なしです。思い切ってもっと北に進むべきでしょうか。さて探索再開。もうすでに探索始めてトータル40分近くになるのですが、運の陰りが見え始めてきたようね。お、多少レアです。それから3分、さらにレア物を見つけました。雲にとってはどえらい獲物が引っかかったものだわ。これ、なんでか剣が当たらないんですよね。で、このままだと私がクリーパーに襲われてしまいます。それも一興だけどね。お、ダメ元で試した弓ならダメージ与えられました。もう一体待ち構えてるし。で、ひとまず丸石で塞いで先に進んだのですが、これ天井に隙間があるんですよ。さっきのクリーパーが落ちてくるわね。でも予想に反して落ちてこなかったんです。ひょっとしたら2体目もこの罠にかかったのかなと思ったら、やっぱりかかっていました。今日の夕飯はクリーパー尽くしね。金のクリーパーじゃないので却下です。さてそれから2分後、ようやく2つ目、3つ目の宝箱発見。まあさすがに出るわよね。で、ようやく、廃坑探索がだるくなってきてたのでよかったです。宝箱からまっすぐ帰宅したら1分もかからず、廃坑探索は47分にも及んだのですが、まあそんなもんです。さて、リスポーン拠点の畑で早速スイカ栽培準備です。ところで、ここの名称まだリスポーン拠点なの？ジエンドから戻った時リスポーンできなかったのに。もう名称詐欺という汚名挽回の機会はないですが、企画終了までリスポーン拠点のままです。さてアイテム整理は終わらせて、エンダードラゴンから勝ち取った大量経験値でのエンチャントを開始します。レベル70まで溜まってるし結構時間かかりそうね。時間かかることを見込んで先に廃坑探索してました。終わる頃にはスイカが育っているはずです。さてここからは怒涛のエンチャント14連発です。すでに主要な多くのエンチャントを手にしている状態ですが、カナドコ合成用の耐久力3付きの武器防具を手にしておくと、おそらく企画終盤まで持つんです。また、採掘用ツルハシは、修繕するたびにコストが2、3、5と上がってくるので4回以上の修繕はコストパフォーマンス悪いです。そこで修繕3回までと考えて計算すると、予定の風車型130周までに必要な採掘用ツルハシは12本でした。つまりここで目いっぱい作ってしまっても全て使い切れるわけね。はい。残りはブランチマイニング中にレッドストーンでちまちま経験値稼ぎするしかないですね。なおこのエンチャントで、剣以外の武器防具は全て耐久力3付きのものを得られました。本の耐久力3を1冊手にできているので、一応は良しとします。ノックバック付きは脳幹なのね。で、これで14回目。長かった。さてアイテム整理を終わらせて、スイカ収穫に向かいます。無事に成長してくれていたわね。ちなみにポーションですが、飲むものであって食べるものではないですよね。そのため扱いをどうするかしばし悩みましたが、金星にこだわっても企画やサブ目標に差し障ることはなさそうです。ポーションも金星のものにこだわることにしました。そう言い切っていいのかしらね。後で別のサブ目標を思いついた時に困ることはないの？その時はスプラッシュポーションは飲み物じゃないと言い張ってごまかす所存です。さて、2回目のネザー行きの準備が整ったところで、今回は少し短めですが気持ち的にここまでです。
そうもネザーとかウィザー戦とか、次のプレイが怖くてプレイ進捗が遅れてしまいがちです。プレッシャーが厳しそうね。息抜き企画なのに。なんでこうなってしまったんだろ。何か別途息抜き企画でも始めようにもますますおかしなことになってしまうし。死ねば新ワールドで心機一転できるのにね。それではまたね。バイバイ。